最後にこう親父にまだ俺のことを愛してるかって言われて、本当は愛してたんですけど、やっぱ家庭内の環境というか愛してないって最後僕は言っちゃったんですけど、泣きながらハグされてっていうのがここに刻まれてます。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。レックスです。僕の人生と共に刻まれたタトゥーを紹介していきたいと思います。自分なりに頑張って喋っていくんで、温かい目で見ていただけたら嬉しいので頑張ります。僕のおかんの友達とかロックバンドやってる人たちが多くて、やっぱその影響で僕3歳ぐらいからそういうロックバンドの人たちのライブとか見に行ったりとかしてて、コーラスの人のタトゥーをずっとつねってた記憶はありますね。いっぱい入ってて、で何これみたいな感じでこうずっとつねってました。中学校の頃座ってられなかったんですよ、授業中に。あなたちょっともう授業の邪魔だからちょっと別の教室用意するからそこでちょっとみたいな感じの時にこうマッキーで書いてました。初めてタトゥー入れた時は何も言わずに入れてどう見したら痛そうだねぐらいだったですね。なんかおかん的には多分普通だったんじゃないですかね。自分が個人的に一番気に入ってるのがこれなんですけど、僕めちゃめちゃスターウォーズ好きで、このスターウォーズのアナキン・スカイウォーカーっていうキャラクターがいるんですけど、それのエピソード1のアナキンの少年の姿とエピソード3のアナキンの姿をなんか入れて、裏返しにガンジーがいるんですけどみたいな感じでやってます。スターウォーズは自分の結構人生です。ちっちゃい頃からずっと見てました。悔しい時とかなんかやってやろうって時とかにやっぱこうスターウォーズのこう映画の主人公のような気持ちで挑んでるというか、メメントっていう映画があるんですけど、そのメメントのタトゥーを結構目標にしてるというか、これも映画からっすね。バタフライエフェクトって有名な、もちろんその映画から入れようかなって思いました。使命とかも感じるんですけど、それと同時にやっぱ自分の未来は自分で選択していきたいなみたいな。だしその選択の仕方によってやっぱ未来も変わってきますし、なんかこう自分がまっすぐでいればこうまっすぐな人たちが集まってきてくれるのかなとか、それバタフライエフェクトっていう言葉を考えた時に思うんで、それが結構モットーというかにあります。僕の場合はですけど、不自由に感じたことはないです。海外とか行くとこうまたちょっと違うんで、ウィロー・スミスちゃんとかに会った時とかもなんかめちゃめちゃ褒めてもらいましたね。仕事の関係でお会いするタイミングがあって、僕日本出身でアーティストをやらせてもらってます、よろしくお願いしますっつって、そこから始まって、その首のタトゥーいいねって言ってくれたからめちゃめちゃ嬉しくて、僕が小学校ぐらいの曲だからもう結構前ですよね。の曲を僕が歌ってみせたんですよ、ビロちゃんの前で。そこからなんかみたいな、マジでみたいな感じになって、結構話させてもらいました。これはなんかそのフリータトゥーイベントみたいなのがやってて、特定の彫り師さんとかあんまいなくて、ノリで入れるの好きっていうか、なんか天才入れようかなって思った理由は、自分に対してこう天才とか使命とか、そういうなんかその圧をかけることによってやっぱ本当にそうなっていくんじゃないかなっつうか、言霊っていうか、そういうの信じてるんで、今もそうやって自分からそういう発言してそれ叶えていくって感じですかね。仲間にめっちゃ笑われるんですけど、坂本龍馬2002って入ってるんですよ。僕本名が龍馬っつって、おかんに聞いたら坂本龍馬から取ったって言って、坂本龍馬って武士の時代に片方にこう刀を持ちながらもう片方に拳銃を持ってる人物なんですけど、だから坂本龍馬が2002年にまた生まれてきましたよみたいな。何なんですかね、かっこいいから入れました。この波形みたいにしたくて、で波形にした後になんか足りないなと思って、ちょっとカラフルにしたいなと思ったんで、下青で上赤でお願いしますつって。本当はこのゴーストとかもカラー入ってなかったんですよ。とかこのダイヤモンドとかも
から入ってなくて後から追加しましたね。なんかそうこういう自分なんで、なんか友達からは、お前っぽいって言われます。でメメントもそうですし、最終的なんか壁画みたいな感じになればいいのかなと思ってますけど。入ってますよね、妹も。なんかここのお花とかが一緒の場所に入ってたりとかはしますね。ラナ的にも計画があったっぽいんですけど、たまたまなんかあれと思って2人とも同じ花入ってんじゃん感じだったっすね。なんか見た入れてきたこう見せてくれるんで、いいじゃんみたいな。うちも顔入れていいって言われるから、ダメだよっつって親父と僕が最後にハグをした、その時の時間と、そのハグをしたその感覚を忘れないように。多分もう親父と会うことは分かんないですね、あるのかもしれないですけど、その時の記憶は鮮明に覚えてて、最後にこうハグをしてこうお別れをしたんで、これはちょっと考えましたね、自分なりに。その時のこう、時間というかとその気持ちを入れましたね。最後にこう親父にまだ俺のことを愛してるかって言われて、本当は愛してたんですけど、やっぱ家庭内の環境というかで愛してないって最後僕は言っちゃったんですけど、それで泣きながらハグされてっていうのがここに刻まれてます。音楽とタトゥーは一心同体です。降ってくる感覚とかは同じかもしれないですね。その歌詞が降ってくる感覚とタトゥーがこうのイメージが降ってくる感覚はちょっと同じような近いようなものを感じます。自分を表現するものとして認識する人が増えたらいいなというか、基本的に作品出すごとにタイトルは入れようかなって思ってて、ここに King of Everything って入ってるんですけど、これも僕の出したアルバムのタイトルで、アルバム出すごとにそういうのは入れますね。あとスピードスターとか、こういうのも自分の昔の曲なんですけど入れますね。 0+0 は1っていうのがあるんですけど、音楽関係者の方からレックスは0から1を生み出す人だよねみたいな、1から2じゃなくてみたいなっていう言葉をもらって、確かにそうだなってなって、そこからっすね、0から1を生み出す人としてというか、そういう人間だなって思って入れました。これから日本がどういう形になっていくのかわからないですけど、入れたらね、いろんなことできなくなったりとかもあると思うんで、将来の子供に対して言えることとしたら、僕もまだまだ若者ですけど、顔とかその見える場所に入れれるのであれば、自分の目標やプランを立てて、絶対に成功するっていう気持ちとか絶対に必要だと思います。決意の印でしかなかったっすね。もう俺これで頑張ろうみたいな。当時めちゃめちゃ悔しかったっす。何が悔しかったって、俺めっちゃイケてんのになんでみんな分かんないのっていう気持ちが強くて、だからもういける未来しか見えてなくて、その自分がいけるって思った目標に達成したかって言われたらまたちょっと変わってくるんですよね、話が。そこにこう達成すると、さらにちょっと高みが見えてきて、今はそこが目標なので分かんないですね。やりたいこといっぱいあるんで、今回は僕はアーティストとしてこうやって生まれてきてって感じなんですけど、チャレンジしたいこといっぱいあって、それも考えるとない人生でも多分スターになってたんじゃないかなと思いますけど、僕のタトゥーいかがでしたでしょうか。僕の中身が垣間見れる回になったんじゃないでしょうか。タトゥーツアーレックスでした。またお会いしましょう。